さあ今日はこのフライパン一つではいメニューを一気に4品も作ることができちゃうということは調理時間それから洗い物も減らすことができますよ、ということなんですよね。こういうふうなフライパン一つで、作るレシピ、これをねワンパンレシピっていうんだそうで、ご紹介しましょう。はい、そろそろ晩ご飯の準備に取り掛かる時間でしょうか。ただ皆さんこんなお悩みありませんか？食べることは楽しみだけれど作る過程が面倒です。作った後に洗うのがすごい大変なので、あります。孫たちに洗ってもらえるの手伝ってもらえるようにねしてるの。洗い物数がさ減ったら嬉しい？すごく嬉しい。しっかりお手伝いしてんだ。そうなんですね。食事の後の洗い物もはっきり言って面倒ですよね。洗って棚に入れるまでが料理だから。そうなんです。そこで今回は、洗い物が少ない、非常に少ない。おお、早い。すごい。洗い物が減らせちゃうマル秘テクニックを大公開。しかも旬の食材がとっても美味しく味わえるので一石二鳥です。題して季節の味覚を時短で満喫、春のワンパン4品レシピ。毎日お弁当を作って持ってきています庭野ほのかです。今日はお料理の先生にお越しいただいているんです。この方です。主婦の岡子です。よろしくお願いします。こちらは SNS を中心にヘルシーで美味しいワンパンレシピを発信している主婦の岡子さんです。そもそもこのワンパンレシピというのはフライパン一つで料理を完成させる調理法で、調理時間が短くなったり洗い物が減ったりといいことずくめなんです。この岡子さんの投稿するワンパンレシピの動画は主婦の皆さんを中心に大流行りしているんですよ。その総再生数が3150万回以上、まさにワンパンレシピの達人なんです。庭野さんはお料理はよくされるんですか？そうですね、お弁当を作ってくるとは申し上げたんですが、だいぶ冷凍食品に頼っているの、あんまり自信ないんですけど大丈夫ですか？はい、大丈夫です。料理が苦手な人でも忙しい方でも美味しくてヘルシーなご飯が作れちゃうので頑張っていきましょう。さあ本日岡子さんに教わるレシピ、まずは今が旬サクラマスを使った晩ご飯です。使うのはこちらの食材、脂の乗ったサクラマスだけではなく、春キャベツに新玉ねぎなど旬の食材を揃えましたよ。これフライパン一つでまずこれを作ろうって言うんですか？そうなんです。タルタルも大変ですよ。では早速作り方伺ってもよろしいですか？はい、まずクッキングシートにサクラマスを乗せ、両面塩コショウを振ってください。クッキングシートを使うんですね。間とかでな。はい、40センチほどを出してください。もう少し長めの方が包みやすいです。両面に塩コショウ。はい。はい。ちょっとなかなかそうお魚をこう調理でやるってことがあんまり面倒くさくてないので、はい、両面塩コショウをできたと思います。そのままクッキングシートで包んでいきます。包む。はい、上と下をで、はい、で横をねじってください。横をねじる。片方の手でつまみながらねじるとねじりやすいです。こういう感じですかね。はい、そうです。ねじっていくと、あ、なんかキャンディーの包み紙のようなアメちゃんみたいな。はい、そうです。雰囲気ですね。しっかり閉じて、でこれでメインの下処理 OK ってことですか？はい、OK です。これだけなんですね。これはあっという間。次は、タルタルソースを作っていきます。おお、お願いします。大変ですよ。作るまずはとなると。玉ねぎをみじん切りにしてください。はい。あ、ここはさすがにまな板は使います。クッキングシートにその、みじん切りした玉ねぎを乗せて、隣に卵を割り入れてください。割り入れるんですか？卵黄を分けたりせずにそのまま。はい、そのままで大丈夫です。はい。クッキングシートの上で全部やっちゃうんです。そうなんですよ。ゆで卵にはしないんですね。ソースをこれクッキングシートを使って作るんですね。はい、簡単にできるので。
こちらは黄身を軽く割ってからクッキングシートでまた包んでいくんです。これも包んでいくんですね。これがタルタルになると思えないんだけど。これで想像ができないです。タルタルソースの元は完成。はい、完成です。おー、早い。さあ続いては付け合わせのジャーマンポテトを作っていきます。まずはじゃがいもを皮付きのまま乱切りにしていきます。皮付きありがたいですね。でこの皮がついたままっていうのもちょっとありがたいというか楽ちんでいいですね。同じこと思ってます。意見が一致しましたね。すごくわかります。さあ続いてはですね、こちらも旬の野菜ですね。新玉ねぎは薄切りに、ベーコンは1センチ幅にカットしていきます。じゃがいも、玉ねぎ、はい。ベーコンの順番に乗せてください。火の通りづらいじゃがいもを一番下に乗せます。なるほど。このクッキングシートでも火を通すときはやっぱり通りにくいものから下に。はい。そして残り2つの付け合わせも材料を火の通りやすいサイズにカットしてクッキングシートで包んでいきます。タコパプリカと作ったの。そうなんですよ。おしゃれですよね。彩りも出ますし。みんなことねじねじしちゃえばいいんだ。そしてこの乾燥わかめははい水で戻さずにそのまま乗せるんです。へそして春キャベツは手でちぎって乗せていきまして、キャベツの水分でなんとかしよう。そうです。鶏ガラスープも粉末のまま入れちゃいます。では計算されてますねこちらもくるみました。大きなキャンディーがもう増えてきましたね。それでは炭をフライパンに並べてください。これ何かこう並べる順番とかはあるんですか？お魚は火が通りやすいようにフライパンの真ん中に乗せてください。火の通りやすいように真ん中に。ここでワンパンレシピマスターの必殺技が。並べたら水を 200ml 加え、蓋をして火にかけてください。これなぜ水を入れていくんですか？蒸し焼きにするからです。蒸し焼きなんですね。そうなんです。実は岡子さん、ワンパンはワンパンでもフライパンで作るワンパン蒸し料理の達人なんです。だから油も使わずにと。そうですよちょっ。とヘルシーな感じもしますそうなんね。です。ここでただ達人からの注意点なんですが、は空炊きをすると焦げてしまうので、途中で水が少なくなったら足すようにお願いします。ちょっと見ながら水はあるように注意してくださいね。さあこの岡子さんの著書包んで蒸すだけレシピは3万部以上を売り上げて、お弁当や普段の献立の参考にする人も増えているんだそうなんです。料理もちろん切るのに時間かかったりはしますけど、この手順はかなり簡単ですよね。で中火ぐらい、このぐらいかな。沸騰後10分加熱してください。なるほど。じゃあしばらくこのまま放置でいいんですね。はい。蒸し焼きにするのはどういう理由なんですか？蒸し料理だと油を使わないのでヘルシーになります。火にかけた後は放置できるので、空いてる時間に他の作業ができて、道具もクッキングシートとフライパンだけなので洗い物が少ないからです。確かに包丁まな板、そしてちょっとした小皿ぐらいですもんね。はい。かなり少ない。これで4品だからね。ということで10分岡子さん経ちました。はい。内側のタイマー使ってるわ。同じ音でした。食材から水気が少し出てるものがあると思うので、その水気を切っていただきたいです。片方をほどいて、ちょっと斜めにすると水が出ると思うので、フライパンの中でも大丈夫なのでしてみてください。はい。まずパプリカからいきますが、よいしょ。あ、出てきた出てきた。あ、結構水分出ますね。同じようにキャベツや桜マスの水分も切っていきます。みんなフライパンに流しちゃっていい。そうなんです。10分ほどでしたけど、本当に火が通っているのかを見てみましょうか。桜マスです。おお、すごい。いい色になってますね。しかもお魚調理の面倒な洗い物がもうかなり少ないのが、これ嬉しいですね。蒸してるからふっくらしてる感じもしますね。さらに、見てください。タルタル？奥のこれわかめが出てきた。わかめちゃんと戻ってますね。そのまま入れましたけど、しっかりこれ戻ってますね。
さあ続いてお待ちかね、はい。桜マスに合わせるタルタルソースですタルタが、ルになってんですかこれ。あんまりそうとはそうね今のところ見えオムレないですよね。ツみたいですもんね。まだね。そうなんです。蒸した卵をこうはい細かくほぐしながらマヨネーズですとかケチャップをケチャップも入れるの。そうなんです。加えていってどんどん混ぜていくんですよ。なんかオムライスみたいな。そうですよね。見た目はまだそうですよね。卵を結構ねしっかり固まってるんですよね。見てわかる通りオムレツみたいになってるんですけど、あ、なんかちょっとタルタルソースっぽくなってきてません？これはだんだんと。色が近づいてきましたね。そうですよね。うんということで味見大事ですからね。はい一口だけ。紛れもないタルタルソース。すごい。ゆで卵剥かなくていいんですね。あれ大変ですからねケチャップのちょっと酸味が効いていいのかな。そうなんですよ。これも計算されてる感動しました。メインのソースが完成です。さあ続いてはジャーマンポテトにはい味をつけていきましょう。しかもこれ材料をあらかじめ混ぜるんじゃなくて、ここに直接でいいんですね。洗い物少なくて済む。ありがたい。そうなんです。調味料と和えるのもすべてこのクッキングシートの上でできるので余計な洗い物を減らせる、これ便利ですよね。同じようにですね、パプリカ、鰹節とお醤油で和風に仕上げていくんです。これちょっと新メニューとして美味しそうですね。そうですよね。そして春キャベツとわかめもクッキングシートの上で調味料と混ぜていきます。色も綺麗だし。よしできました。盛り付けていきましょう。さあ渾身のワンパンプレートご覧ください。完成しました。彩りが本当に綺麗ですね。そして旬の食材もたっぷりと使ってフライパン一つで作ったものとは思えないですよね。岡子先生いかがでしょうか？はい、とても素敵にできました。いただきます。まず桜マス。はい、桜マスです。ほろほろこれほぐれます。ちゃんと柔らかくなってるし、このタルタルソースも合いますね。これちゃんと火が通ってましたからね。さあ続いて教わるのはこちらです。中華といえば強火のイメージあると思うんですが、これもクッキングシートとフライパンでできちゃうんです。こちらの食材使いますよ。春キャベツだけではなく同じく旬を迎えるアスパラもいただきましょう。これを覚えて私のお弁当もちょっとレベルアップになるんでしょうか。塩コショウを揉み込んで片栗粉をまぶしてください。はい、塩コショウと片栗粉ですね。ではピーマンを食べやすい大きさにカットしていきます。そしてキャベツは芯の部分を薄く切って食感が均一になるようにしていきます。そして先ほど習った通り火の通りにくいお肉を先に、そして野菜もクッキングシートに乗せたら、ここで今回の大事なワンポイントです。はい、次は調味料を混ぜ合わせていきます。はい、ここから調味料。はい、なるほど。そう、今回は蒸し上がった後ではなくて先に食材と調味料を和えるんです。その訳とは？お肉は火を入れる前に調味料を合わせた方がよく味が入るからです。反対に水分が出やすい食材は後から調味料を合わせた方が味がぼやけないのでおすすめです。調味料流れちゃうんですね。そうなんですよ。では同じようにこのコーンを一番下に置きますよ。その次、斜め切りしたアスパラガスを乗せて、こちらも先に調味料を加えていきます。パターンで。残り2つの付け合わせもそれぞれ調味料とあえてからクッキングシートで包んでいくんです。非常にシンプルですうずらのうね。まみですか。これもできちゃうんですね。そうです。なんか全部このクッキングペーパーの上でやるので台所があんまり汚れないですね。そうですね。そこもまた掃除が楽なのもありがたいですよね。ホイコーローだけど油使わないんですね。そうですね。ここの調理では使わない。今回はフライパンで蒸すこと12分です。お弁当にぴったりの4品が完成しましたが、火加減ちょっと見ていきましょうか。鶏肉も
ゃんと火が通ってますよね。さあこちらが進化した私のお弁当でございます。4品作って出た洗い物が包丁やフライパンなどたったの5つだったんです。結構美味しそうじゃない？美味しそうだし、これを一度に作ったってことですね、思えないでそうなんですよす。理想のお弁当だ。ちょっと自分の普段使っているお弁当箱とは信じられないぐらい彩りもいいし、あ、これどうですかね、岡子さん。はい、すごく美味しそうです。あーよかった。普段も頑張ってるよ。本当にフライパン一つで簡単にできちゃうんですね。まだ130品ほど投稿していますので、宮野さんよかったらぜひ作ってみてください。これからはもうちょっと自分で作ろうかと思います。美味しそう。自分でもちゃんと美味しそうで、しかも美味しいものができました。福永さんどうですか？いやだから油も使わないんで、ヘルシーと同時に油も今値段が上がってるでしょ。そういう部分でも助かりますね。私もお弁当作るんですけど、その前に作ってますおかずをね作るたびにフライパン洗わなきゃいけなくて、それが本当に大変なんですよね。でも一つでできるんだったら、ずっと続けてたら水道代もね浮いていいかもしれないですよお家でね。食べるときにワンプレートにしないと急にここでお皿何枚も使ったりいけないそこは大事ですけど、これかなり便利というかいいんじゃないですか。そうなんですよ。発見でしたフライパンも油汚れで落とすのが大変なんてこともないですし、また一つポイントなんですが、蒸している間くれぐれもフライパンの中の水を切らさないようにお願いしますということでした。岡子さんのレシピインスタグラムでもご確認いただけますので、ぜひチェックしてみてください。